失礼ですが、こちらの保険証は資格喪失となっているようでして、今回は全額負担していただくことになります。国民健康保険の加入手続き後、還付手続きを行っていただければ、後日7割分が還付されますので。受付の人が淡々と言う。は？意味がわからず、私は間の抜けた声が出る。ああ、だって俺たち離婚したからな。急いで夫に電話をすると、そんなとんでもない答えが返ってきた。はあ？私はスマホを握りしめたまま、呆然と立ち尽くした。私の名前は恵美子。夫の俊樹とは結婚5年目。5つ年上の彼とは英会話スクールで知り合った。その時、私は社会人3年目で、仕事には慣れてきたものの、毎日の生活がマンネリ化している気がしていた。何か変化が欲しくて、実益もあり、前から興味のあった英会話に通い始めたのだ。俊樹とはグループレッスンの場で初めて顔を合わせた。通い始めたばかりだった私にとって初めてのグループレッスン。私は緊張して簡単な受け答えでさえしどろもどろになるありさまだった。そんな私に俊樹は優しく話しかけてくれ、時々フォローまでしてくれた。目の前で堂々と流暢に英語を話す俊樹は、それはもう輝いて見えた。これで好意を抱かないわけがない。さっきはありがとうございました。英語すごくお上手なんですね。私は帰り支度をしている俊樹に駆け寄り、声をかけた。なんとかお近づきになりたい、その一心だった。この日を境に、私は彼を見かけると必ず声をかけた。そしてスクールで顔を合わせれば、レッスン開始の時間まで話をする仲になった。俊樹は海外事業部で働いていて、もともと英語は堪能らしいのだが、もっとビジネス英語のスキルを高めたくて、スクールに通い始めたそうだ。海外での交渉はかなりシビアなので、もたもたしていたら、あっという間にライバルに契約を持ってかれる。迅速かつ的確な判断と言葉が必要だからね。はあ、すごいですね。私なんて、ただなんとなく通ってるだけなんで、恥ずかしいです。そんなことないですよ。こうしてスクールに通い出しているんだから、十分すごいと思います。俊樹と親しく話すようになり、彼の仕事に対する熱意を知るにつれ、私はどんどん彼に惹かれていった。けれど、告白どころか、連絡先を聞くことすらできないまま、時間だけが過ぎていった。そんなある日、俊樹がスクールに来ない日が続いた。スタッフの人にそれとなく聞いてみたところ、仕事が忙しくなるので、しばらくスクールはお休みすると連絡があったという。しばらく会えないと思った途端、私は自分の気持ちを彼に伝えなかったことを激しく後悔した。せめて連絡先を聞いていれば、このまま彼がスクールを辞めてしまう可能性だってあるのだ。そうなれば彼との接点はなくなってしまう。そんなことを悶々と考えながら過ごすこと1ヶ月。本当にもう会えないのかも。そんなことを考え、うつむきながらスクールの受付の前を通り過ぎた私の耳に、この1ヶ月待ち望んでいた声が聞こえてきた。恵美子さん、お久しぶりです。私は勢いよく顔を上げ、声の方を振り返り、駆け寄った。ん？どうしました？俊樹さん、好きです。え？思い悩んでいた反動と、また会えたという嬉しさからか、私は気づいたら告白していた。俊樹は驚きのあまり、口をポカンと開けて私を見返したまま動きが止まっている。あ、
この1ヶ月、としきさんと会えなくて、このまま会えないままだったらどうしようって不安になって、それで。僕も恵美子さんのことが好きです。我に返って慌てて言い訳をする私の言葉を遮り、としきは私をまっすぐ見ていった。一瞬の静寂の後、周りの皆が拍手をしたり、口笛を吹いたりと大騒ぎになった。この時のことは今でもとしきにからかわれる。こうして私たちはお付き合いするようになり、付き合って1年後にプロポーズをされ結婚。としきの実家は個人商店の酒屋を営んでいた。義両親はとても優しい方たちで、結婚を心から喜んでくれた。私の両親は私が小さい頃に離婚しており、離婚の原因を作って家を出て行った父親の記憶はほとんどない。母親も私が高校を卒業した年に再婚し、それからは疎遠になっていた。かといって苦労ばかりだったかというとそうでもない。父方の祖父が自分の息子が原因で離婚したせいで孫に苦労をさせてはいけないと、大学の費用と大学卒業までの生活費の支援をしてくれたのだ。そのおかげで私は周りの友人たちと同じように多少のアルバイトをしながら充実した大学生活を送り、無事卒業することができた。ただ病気をした時などにすぐに駆けつけてくれる身内がいないのは少し寂しく感じることもあった。この話をすると、義両親は本当の親だと思っていつでも頼ってねと優しい言葉をかけてくれた。私にもやっと頼れる家族ができたと本当に嬉しかった。そして結婚5年目で念願の子供を授かった。妊娠の報告をすると、本当か？生まれてくるのが楽しみだな。今までよりも仕事を頑張らないとな。と、としきは私を抱きしめながら興奮気味に、恵美子さん、おめでとう。何か手伝えることがあったら何でも言ってちょうだいね。と、義母は私の手を握りながら満面の笑みで言ってくれた。この5年、としきはいくつかのプロジェクトを成功に導き、次の人事で役付きに昇進するのではないかと噂されるほどだった。私はといえば、英語の魅力にすっかりハマり、仕事をしながら翻訳学校に通い、数年前会社を辞めて翻訳家として働き出すようになった。もう少ししたら産休を取って出産に備えるつもりだ。仕事もプライベートもこのまま幸せな日々が続いていく、そう信じていた。しかし人生はそう甘くはなかった。どいつもこいつもバカにしやがって。ベロベロに酔っ払ったとしきが夜中だというのに大声を出しながら家に帰ってきた。ちょっと今何時だと思っているの？もう少し声のボリュームを。はあ、うるせえな。仕事して疲れて帰ってきた旦那様に対してなんだその言い方は。注意をした私に対してとしきはさらに声のボリュームを上げて怒鳴り散らす。数ヶ月前から毎日こんな調子だ。数ヶ月前、としきは新しいプロジェクトに着手しようとしていた。ただそのプロジェクトはまだ解決しなければいけない問題があったため、本格始動はもう少し先にした方がいいというのがほとんどの人の見解だったようだ。しかしとしきは周りの反対を押し切りプロジェクトを推し進めた。その結果、プロジェクトは完全に頓挫し、途中まで準備していたこともすべて台無しになってしまったのだ。これまでにかかった予算、うまく進めれば得られたはずの利益、
このプロジェクトを潰したとしきは責任を取らされる形で資料室へと異動となった。それからとしきはすべてのやる気をなくし、毎日お酒を飲んで帰ってくるようになった。ねえとしき、そんなに毎晩飲み歩いていたら体に毒だよ。ああ、俺がいつどんな飲み方したって勝手だろうが。としきはそう言うと寝室に行ってしまう。私はため息をつきつつ脱ぎ散らかされたスーツを手に取った。としきがそんな状態になって1ヶ月ほど経った休日の昼間、私は仕事の電話をしていた。そろそろ産休に入るため、その調整のために休日もこうして仕事の電話がかかってくることが多くなっていた。自分は忙しいアピールかよ。どうせお前は俺のこと見下しているんだろ。電話を切ると、としきが私に詰め寄ってきた。え？何言ってるの？そんなわけないじゃない。どうだか、バカにしてるんだろ。資料室なんかに飛ばされた俺をさ。お前はいいよな。翻訳家なんてかっこいい仕事して。でもさ、それができてるのは誰のおかげだと思ってるわけ？翻訳家としてまだ駆け出しの私のお給料はまだまだ少ない。としきの支えと経済力があるからこそ、今私は翻訳家としてやっていけている。もちろんとしきのおかげだと思ってるし、感謝もしてる。としきのことをバカになんてしたことない。あっそ、分かってんならいいんだよ。じゃあそんな旦那様のために酒買ってこいよ。なんで酒が一つもないんだよ。最近のとしきは休日は朝からお酒を飲むようになっていた。どうにかそれをやめさせたい私はわざとお酒を買わなかったのだ。ねえ、さすがに朝から飲むのは。だから俺に指図するなって言ってるだろ。今お前は俺に感謝してるって言ったよな。ならそんな旦那様の言うことは絶対だろうが、すべこべ言わずに買ってこいよ。私は仕方なくスーパーへ買い物に出かけた。道中、旦那さんがお腹の大きな奥さんを気遣いながら一緒に歩いている夫婦を見て、私は悲しい気持ちになった。そんな日々が続いたある日、これ、としきが突然離婚届を私に差し出した。え？何これ？見りゃわかるだろ。離婚届だよ。それにサインしろ。何？なんで突然？ああ、心配するなって。今すぐ離婚ってわけじゃない。なんていうのかな。お前にはもっと俺のありがたみを感じてほしいんだよな。もしかしたら離婚届を提出されてしまうかもしれない。そういう危機感を持って俺に尽くしてほしいんだよ。何それ？そんなの離婚届なんて書かなくても。いいから書けって。お前が俺への感謝の気持ちを忘れないで、俺のことを尊重して俺の希望通りにしてくれれば、これは提出されることはないんだからさ。ほら、わかったら書けよ。わかった。書くわ。私はこれ以上押し問答をしても平行線のままだと思い、離婚届にサインをし、としきに手渡した。子供が生まれるのに、こんな状態で私たち大丈夫なのかな。そんな不安の中、検診結果で少し気になる所見があるということで、私は少し早く出産のために入院することになった。いいご身分だな。旦那をほったらかして病院でのんびりできて。としきは私の入院期間が長くなることに不満なようだった。
確かに神経質になるほどの所見ではないと医師に説明を受けたけれど、私とお腹の子供を心配するどころか、家の中のことをやる人間がいなくなることへの不満しか言わないとしきに、私は不信感を募らせていった。幸いなことに言われていた所見も大きな問題はなく、お腹の子供は順調に育ち、出産予定日まであと数日となった。入院中、としきは一切病院に来ることはなく、私の身の回りのことは義母が気にかけてくれた。気になる所見があって、少し早めに入院することになったと連絡すると、義両親は心配し、病院に駆けつけてくれて、とてもありがたかった。ごめんなさいね。本当はとしきがそばについているべきなのに、あの子と来たら。ベッドのそばに座り、義母は心底申し訳なさそうに言う。いえ、としきさんも大変な時ですから、きっとまだ心の整理ができてないんだと思います。それに、としきさんよりお母さんがいてくれた方が心強いです。私は落ち込む義母をどうにか元気づけたくて、おどけた感じで言う。そう言ってくれると嬉しいわ。私と義母は顔を見合わせて笑い合った。そうして迎えた出産予定日。私はとしきにメッセージを送ったが、既読にもならず、義母からも連絡をしてくれたが、電話にも出ないということだった。35時間の難産の末、元気な男の子が生まれた。義母が何度も連絡をしてくれたそうなのだが、結局としきとは全く連絡が取れないままだった。難産だったこともあり、産後の入院が長引くことになった。そして出産予定日から1週間後、としきから電話がかかってきた。おい、なんでまだ帰ってこないんだよ。早く帰ってきて家のことやれよ。電話に出た途端、としきの怒鳴り声が聞こえてきた。やっと連絡が来たと思ったら、生まれてきた子供のことを一言も聞かないなんて。難産だったから入院が少し長引きそうなの。私はため息が出そうなのをぐっとこらえて、抑揚のない声で言う。はあ？そんなの知らねえよ。やりたくもない仕事して、散らかった部屋に帰ってくるこっちの身にもなれよ。いや、そんなこと言われても。私がそう言うと、としきはわざとらしく舌打ちをして電話を切った。そして退院の日、としきが迎えに来てくれるわけもなく、代わりに義母が迎えに来てくれた。受付で退院手続きをしていると、失礼ですが、こちらの保険証は資格喪失となっているようですので、今回は全額負担していただくことになります。国民健康保険の加入手続き後、還付手続きを行っていただければ、後日7割分が還付されますので。と、受付の人が淡々と言う。は？意味がわからず、私は間の抜けた声が出る。私は受付の人に断りを入れ、急いでとしきに電話をかけた。ああ、だって俺たち離婚したからな。電話に出たとしきから、そんなとんでもない答えが返ってきた。はぁ？スマホを握りしめ、私はしばし呆然と立ち尽くす。離婚って何言ってるの？私は何とか言葉を絞り出す。俺の希望通りにできなかったら離婚するって言っただろ。お前は俺が早く帰ってこいって言っても帰ってこなかった。だから離婚届を出したんだよ。そういう約束だっただろ。じゃあ。そう言って、としきは電話を切ってしまう。私は急いで
退院手続きを済ませ、義母と共に家に向かった。一体どういうことかちゃんと説明して。私は家に帰り着くなり、としきに詰め寄った。説明も何も。俺とお前はもう夫婦じゃないんだよ。俺、他に好きな人ができたんだ。その子と人生やり直すつもりだから。会社も辞めた。うちの店継ごうと思ってさ。としき、あんたがそんなバカだとは思ってなかったよ。なんだよ。きっと母さんだってその子のこと気に入ると思うよ。ほら、この家だって綺麗になってるの彼女が掃除してくれたからだし、料理も上手で、俺のことをすごく大事にしてくれて、それに前は店を継いでほしいって言ってただろ。だから。お母さんの剣幕に、としきはしどろもどろになりながら言う。自分の妻が出産って時に、わけのわからない女を連れ込んで。情けない。あのね、この子誰だと。恵美子さんが私たちのために何をしてくれたか知りもしないで。お母さんは怒りで震えながら言う。お母さん、その話は。こんなバカ息子に気なんて使う必要もうないから、全部話しましょう。義母に促されて、としきには秘密にしていたあることを話し始めた。それは結婚してすぐの頃。義実家のお店は経営が厳しく、借金もかさんでいた。お店を畳んでも借金だけが残ってしまうし、義両親はできればお店は続けたいとのことだった。ただ、としきは小さい頃から家業の酒屋には興味がなく、続けても借金が増えるだけだから、店は一日も早く畳んだ方がいい、と義両親の話を聞くことなく冷たく言い放った。私は思い悩む義両親を放っておけず、ある提案をしたのだ。私の父方の実家は代々酒蔵を営んでおり、祖父が引退後は私の父の弟、私の叔父にあたる人が今は継いでおり、この叔父のブランディング力が素晴らしく、祖父の酒蔵のお酒は市場ではかなり人気があるらしい。取り扱っているお店も限られているため、酒好きの間では幻の酒なんて言われているとか。義実家の酒屋で扱わせてもらえないかと祖父と叔父に相談をしたところ、店を見て決めたいとのことだったので、私は義実家に案内した。義実家の店を見た祖父と叔父は、扱っている商品はどれもこだわりがあり、お酒に対しての愛情が感じられると言い、義実家の酒屋に商品を置かせてくれることになった。叔父から商品はいいものを置いているのだから、あとは宣伝が足りないと言われ、私は SNS などでの発信を手伝ったり、外国の人にもわかるようにと英語で商品の特徴を書いたりと、私にできることをとしきには内緒でやっていたのだ。その努力と商品の話題性もあり、義実家のお店は徐々に経営を持ち直し、今ではちょっとした有名店となっている。今うちが店を続けられているのは恵美子さんのおかげなのよ。そんなの、俺は別に店が潰れようがどうでもよかったんだから、俺には関係ないだろ。でも結局はうちを頼りにしてるじゃないか。まあもういい。とにかくあんたに店を継がせる気はない。お父さんも同じ気持ちだよ。その浮気相手の女と好きなように生きなさい。あんた、このマンションのローンだって残ってるんだろ。せいぜい再就職頑張って。うちは一切支援しないから。あと恵美子さん、ちゃんと慰謝料請求しなさいね。さてと、こんな家にはもういたくないだろうから、とりあえずうちに来なさいな。あなたと赤ん坊くらいなら問題なく一緒に暮らせますから。
お母さんはそう一気にまくし立てると、私の背中を押して家を出た。ちょっと待ってくれよ。離婚はやっぱりやめよう。今ならまだ取り消せるかも。なあ、頼むよ。情けない声でわめくとしきに背を向けて、私とお母さんはその場を去った。その後、私は義母の言う通り、としきに慰謝料を請求した。40手前での再就職は、そううまくいくはずもなく、としきは家のローンと慰謝料の費用を稼ぐために、いくつもアルバイトを掛け持ちしているそうだ。一緒に人生をやり直すはずだった女性は、有名店の実家の店を継ぐこともできず、再就職もできない借金まみれのおじさんに愛想を尽かし、あっという間に姿を消したらしい。私は義両親の好意に甘えて義実家に移り住み、酒屋の仕事も手伝いつつ、翻訳の仕事も再開した。義両親と息子と、やっと訪れたこの穏やかで幸せな日々をかみしめながら、毎日を過ごしている。